理していってね。今回の有害駆除は、鹿です。また、いつも通りだね。まあ、駆除活動の基本がこの地域は鹿だからね。鹿の被害って何があるのかな？とりあえず、作物を食べるよね。この間作っていた枝豆全部食べられてしまったよ。本当に？見事に全部食べられていました。対策を何もしていないからしょうがないよね。あまり来ない場所だと思って、少しだけ植えていたんだけど、見事にでした。鹿許すまじ。楽しみにしていた黒豆だったんだけどな。早速穴をかけたのは言うまでもありません。それで取れたの？いや、イノシシがかかって暴れて逃げていました。まあ、そんなこともあるよね。かかったらほとんど取れていたのですが、プロトタイプ型だったのでしょうがないのかも。次は逃がしません。逃げる要素を考えて作り直しだね。その部分も考えていかないとね。今、少し見えたのがその罠です。悪い部分がわかっているので改良も早いのですが、それには資金も必要なんですよね。うまく資金繰りをしないとですね。プレス機があったらすぐできるのにな。数百万単位のレベル。さあ、行きますか。目の前に危険生物が。この毛虫すごい痛いんだよね。では、いただきます。今回も一撃の元でした。できるだけ一撃でが基本です。あまり苦しめないように早い仕事でね。気絶を狙ってすぐにナイフで血抜きを行います。最近はお覚悟を乗せていないので、申し訳ないのですが、これも資金提供だと思ってご協力ください。よろしくお願いいたします。また、同じ場所に罠をかけようと思います。鹿の場合はこれでいいんです。毎日の見回りを行えば荒れることは少ないと思います。そんな場所はまた取れるチャンスです。だって、今回取れたんだから、また通ります。簡単に言うよね。もちろん実績が多いから言えることです。すぐ通る場所もあれば、数ヶ月空くこともありますが、ほとんど通ります。イノシシはダメですよ。少し外れれば取れますが、単純に最近思うことは、多少荒れていても獲物は気にしない。ただし血が出ている場合は除くです。血の処理をきれいにできればまた早く通るでしょう。止め刺しの処理をどれだけうまくできるかで、変わってきますね。ワイヤーは新しいものに変えます。これも血の匂いがついているからです。これはくくり金具のバージョンです。新しいタイプの罠にもこれをつければ、逃げないと思うのですが、再利用が難しくなりますね。1個120円程度するので結構高価です。しかも錆びやすい。錆びたら極端に動きが悪くなります。なのであまり使いたくない部品になりますね。再利用もできるのですが、中のワイヤーの通り道の角が立っていないと、これまた良くないですね。何回も再利用できる部品ではないので、最近はあまり使っていません。光線ももう下ろしてくださるところが閉鎖されて、持っているもので最後になっています。新しいタイプの罠もそれが理由で作っています。
このスプリングの光線を、1本物で売っている場所があればいいのですが、探しても1本4000円と言われてから、ぼったくりと思って探していません。低価格で取り扱い店があったら、コメントで教えてください。よろしくお願いします。切実なお願いです。こんな針金類は、ホームセンターで取り扱いがあるんですがね。それも1ロール単位で買うのでかなり安いのですが、小さい単位で買ったら結構します。ですのである程度決めたら、まとめ買いした方がかなり安く上がります。小さいネジ類もまとめ買いしています。有名なメーカーではないのですが、トラスコというメーカーを好んで使っています。価格も安く、ナット類は幅が狭いのが特徴です。ワイヤークランプ類も出していて、日本のメーカーより3割程度は安く買えます。意外と工具やジャッキ類で目にするメーカーです。ある程度のものを低価格でという時にはおすすめです。この状態で微調整しました。先の部分は調整しやすいようになっています。くくり金具の問題点は、ワイヤーが綺麗な円にならないことです。どんなに工夫してもダメでした。力がかかった状態ではできるのですが、この罠には合わないんですよね。このくくり金具の形状が問題なんです。穴類はもちろん再利用です。同じ場所を踏むので、1回取れたら確率は高いです。しかも、しばらく置いてあるので馴染んでいますしね。あとは綺麗にかぶせて終了です。
スがけが基本ですよ。基本。YRE を隠して終わりです。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。